トレセン学園の大魔人として負けるわけにはいかないので食べたら尻から油が流れ出ることで有名なバラムツに勝負を挑むものの菊花賞ノンストップガール状態直前でウイニングライブに臨むことになったアーモンドアイ。大魔人は負けないのよ。愛さん、今日は何に負けへんの？バラムツよ。バラムツ？バラムツってあのバラムツ？そうよ。でもバラムツって魚は食べるのやめた方がいいって聞いたことあるけど。食品衛生法で販売することすら禁止されてるはずじゃ。魚くらい平気で食べられるの。私は大魔人なんだから。まさかララは私がバラムツに負けるとでも思ってるの？そういうわけやなくて、心配してるというか。私は大魔人よ、負けないわ。大魔人だから負けないではなくて負けないから大魔人ちゃいますの？その通りよ、私は負けないから。いきなり頭が痛くなってきたわでも愛さん、本気でそんな危険な魚食べるつもりなん？バラムツって白いトロって呼ばれて味は美味しいとは聞くけど。白いトロだなんて余計に美味しそうじゃない。愛さん、うちの話聞いてや。私は大魔人だから大丈夫なの。また始まったわ。大魔人理論。大魔人万能説。どうやって食べよう。やっぱりお刺身が一番かしら。バラムツのお刺身ってね、大型より小型の方が脂が程よくて食べやすいのよ。でも沖縄ではあえて大型の脂の強いのを好んで食べるらしいわ。3枚におろして皮を引いてお刺身にすると血合いが赤くて脂が白く混じってて口の中でとろけるように甘みが広がるんですって。はぁ。煮付けもいいわね。水洗いするときは鱗なんて取らなくていいのよ。切り身にして湯通しして冷水に落としてぬめりを落とすでしょ。それをお酒と醤油で煮るの、みりんや砂糖を加えてもいいし。とても柔らかくて芳醇でご飯が進む味になるんですって。ふむ。あるいは塩焼き？おろして振り塩して1時間以上置いてから焼き上げるのよ。そうすると身の中から油が染み出してきてじゅわっと溶け出すの。香ばしくて柔らかくて絶品だそうよ。へえ。味噌漬けも捨てがたいわね。切り身に振り塩して寝かせてから白味噌とみりんで練り上げた味噌に漬け込むの。バラムツは油が多いから漬け込んでも硬くならずに柔らかいままでそれがまた上品でとても美味しいんですって。なるほどな。ねえ、ララはどれが好き？愛さん詳しいんやね。ちゃんと勉強したもの。真面目やねえ。でもやっぱりやめといた方がええんちゃうの？水を差すようで悪いけど。何度も言わせないで、大魔人は負けないの。同じ大魔人の学園生だって負けてないでしょ？カレンちゃんはトレーナーさんのスケベ心に負けないし。マルゼンさんはポルチェ911に負けないのよ。知らんけど。愛さん、これだけは言わせてな。何？このバラムツって魚は普通の魚やないんよ。腸で消化できんワックスエステルだらけやから食べたらそのまま流れてくるんやで。便意もなく本人が気づかんうちに菊花賞から油がダラダラ垂れ出すんや。文字通りノンストップガールとかすんよ。やめて、そんな不名誉なスキル名みたいに言わないで。でもほんまなんよ。決意の直角行や劣化のごとくなんてシャレにならへんくらい止まらんのよ。お先に失礼。アンストッパブル。ゲートナン。スリップストリーム。出力 1000%。おどきなさい。抜け出す準備。直線一気。プラン X。アクセル全開。ビップカオパス。100万馬力。クソスキルがどんどん出てくる。クソって言うなクソって。でも馬娘なら大丈夫よ。人耳が分解できない油も私なら吸収できるはずだもの。アホなこと言わんとき。腸内細菌の死骸とか老廃物も一緒に混じって出てくるんやで。匂いも色も完全にあれや。ちなみにあれの7割は腸内細菌の死骸やからな。想像しちゃったじゃない。しかもな、おならやと思って気抜いたらミスト状の油が下着を貫通して服まで染みるんや。激臭の悪夢の現象が起こるさかい息まん方がええよ。トイレの長さも一番さんやねえって笑える程度ならまだマシやけど。まだもっとひどいことがあるの？実際は何もしてなくても容赦なく垂れてくるんや。何もしてなくても？さっきも言うたように本人が気づかんうちに菊花賞から油がダラダラ垂れ出すんが一番厄介なんよ。そう。普通に座ってるだけでも寝てるだけでもお構いなしに。寝てる間に勝手に漏れて気づいたら布団までベタベタになるって話や。だから食べたら数日間はおむつ必須やで。おむつって赤ちゃんのおむつ？
大人用のやつやね。クリークさんならおむつ持ってそうやけど愛さんお世話になったら？私を赤ちゃん扱いしないで。でもな愛さん。このバラムツは本人が気づかんうちにじわじわと滲み出して気がついたら衣装が台無しやで。衣装が台無しって勝負服も？そらそうよ。油やから洗濯しても落ちにくいし。それでも私は止めてみせる。私の活躍金を侮らないで。いやいや、油は汗みたいに流れてくるから。どんだけ締めても滲んでダラダラ垂れてくるんよ。そんなの根性で抑え込めるわ。私は誰にも負けない。だって怠慢人なんだから。また出たわその理屈。だって事実よ。エアグルーヴさんはたわけトレーナーさんに負けないし。デジタルちゃんは欲望に負けないの。だから私もバラムツに負けるわけにいかない。だから知らんて。愛さんが小栗さんと同様に本来馬娘ですら分解できないはずの油すら分解できるんなら話は別なんやけどね。さすが小栗さん、怪物の縄立てではないわね。でもそんなの関係ないわ。私は怠慢人だから負けないの。ほんまに、頭の中まで怠慢人でできとるんやな。数日間は常におむつ必須らしいな。バラムツって魚は。史上最悪のタレ馬回避。数切れ食べるくらいならおもらしする可能性があるくらいだから何も問題ない。全然平気。レース中におもらししたらもう競走馬として終わりだろ。お前それスペシコモブちゃんの前で同じこと言えんの？愛さん、怠慢人だから負けないのは分かったけどそもそもなんでそんなにバラムツ食べたいん？それは、勝利に対する願掛けよ。願掛け？そう。バラムツの油を受け止められるくらいじゃないと G1 なんて勝てないって思ったの。愛さんって結構アホなとこありおりはべりやね。これを乗り越えたら私は今以上に強くなれるはず。ああ、そういう理屈ね。知らんけど。魚の油なんかに負けないわ。バラムツ杯、バラムツ食べた馬娘限定。芝なのに終わってみたらダートみたいになってそう。次のレースできるのかその馬場で。臭そう。でも愛さん、本当に大丈夫なん？大丈夫よ、私を信じなさい。信じたいんやけど、なんか不安やわ。愛さんほんまにこのままウイニングライブ踊りはるん？もちろんよ、私は勝ったんだから。まあ見事な勝利やったけど。大丈夫なん？その勝利が霞むことにならへん。大丈夫に決まってるでしょ。私は怠慢人なんだから。でもその顔、めちゃめちゃ苦しそうやけど。大丈夫よ。ステージでは勝利の笑顔を見せるから。無理せんでええんちゃう？レース中に怪我したことにすれば。これくらい、平気よ。ステージに行く前からお腹押さえてるやん。私は、強いんだから。ウイニングライブも、絶対に踊るんだから。でも本当に最後まで踊りきれるん？踊りきってみせるわ。途中で止まったりしたら。止まらないわよ。私は怠慢人なんだから。まだそれ言うん？ララはそこで見てて。私の勇姿を。勇姿って言うても。アーモンドアイ、行きまーす。ああ、まあ頑張って。これはさすがにララもとしか言いようがないわな。このまま伝説になるのか。次回作、怠慢人はバラムツに負けたのよ。負けた途端にタイトル変わるのやめろ。久しぶりにいい菊花賞を見た。走ってねえだろスレ川よ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。